どうも AP 山下です。12月後半ですね、五島上五島での釣りをログしていきたいと思います。今回ですね、サブタイトルとしてライドオンバトル2頭を追うものということで付けさせてもらいました。一つ目ですね、今動画に出てるトップウォーターゲームですねのショアから海のスプリンターですね、狙ってきました。12月ですね、寒波が入ってきた影響もあってですね、中旬から表層の海水温というのがですね、どんどん下がっていくような日が多くなってきました。そんな中ですね、ベイトフィッシュとなるであろうですね、魚たちも動き出したり、それを狙うフィッシュイーターですねであったり、そういうものも出てきてくる可能性もあったので、そのタイミングでこのタイミングでですね、ぜひ合うものをですねキャッチしておきたいなということで、トップルーム 120F をメインに使ってます。この時期のですね、ベイトフィッシュのサイズであったりですね、ルアーサイズでは12センチのトップウォータープラグになるんですけども、かなりですね、反応がいいことが多いので、期待してルアーをですね、通していったんですけども、鳥のですね、反応ぐらいで、水面から本命のですね、バイトやチェイスというのが確認できない時間が長かったですね。今年ですね、青物もヒットできてなかったっていうこともあって、ぜひこのタイミングでですね、一匹はキャッチしたいなという気持ちで釣りをしてるんですけども、この日も群れとかですね、魚がいる気配っていうのはかなり少なかったですね。もっとベイトフィッシュとかですね、アジやサバとかですね、入ってきててもいいのかなと思いますけども、そういう魚も見受けられないようなクリアウォーターとなってました。タックルはですね、11フィートのロットに、リールはですね、4000番のハイギア、メイン P ですね、ラインとなるのは4号の P になってます。リーダーはですね、90ポンドのナイロンを結んでます。最近このリーダーがですね、特にいいものを見つけられたなということでお気に入りになってますね。この後のロックショアでも使ってるんですけども、60ポンドと90ポンドのものを使ってます。リーダーのこだわりとしてはですね、最近というかここ数年ですね、ナイロンでも対摩耗性のあるものを使うことが多かったんですけども、傷とかですね、擦れに強いようなナイロンですねのタイプをチョイスしてたんですけども、その中でもかなり最近ですね、気に入っているナイロン
をリーダーとしてですね使ってます。ちょうどですね伸びの具合とかもいいですし、 P ラインとのですね結束の方もかなりしやすいので、今回でもしっかり魚ですねキャッチすることができました。やはりナイロンのですねタイプもいろいろとありますので、各メーカーだったりですねいろいろチェックしてみると違いが出てきますので、リーダー一つにとってもそれぞれですねアングラーの釣り人のこだわりとかはですねいろいろあると思うんですけども、特にですね最近そういうのもいろいろ使ってみると違いがですねあって面白いなというのを思ってます。ナイロンとフロロカーボンですねとかで大きく分けるとよく違いとかですねいろいろと情報が分かりやすく、YouTube であったりとかですね本とかで雑誌とかでもよく取り上げられてるんじゃないかなと思いますけども、その中でもナイロンというのはかなり種類も多くてですね、成分なり配合比率だったりですねそういうのも細かくあって、製法ですね特に違いが出てるなというのは特に最近はやはりロックショアですねを始めてからかなり気にしていくようなことは多かったですね。そうしていろいろとやっぱり考えながら買ってみたり使ってみたりすることによっていいリーダーとですね相性のいいリーダーとかですねそれぞれのアングラのこういうタイミングでリーダーをナイロンにするフロールにするっていうですねこういうリーダーにするっていうリーダーの種類の使い分けっていうのも面白いんじゃないかなと思います。今日のようですね風の強い日にはフルロカーボンで少しラインの比重ですねの特徴を使ってルアーを安定させてやるっていうような使い方もできますし、逆にですねナイロンリーダーにすることによって浮力を確保させることによってルアーを漂わせたりですねすることもできますので、リーダー一つとってもルアーフィッシングのですね大事な要素になってきますので、状況とかですねスタイルに合った選定をすることによってバイトを引き出せたりまたキャッチをしやすくなったりですねすることも十分ですね可能になってますので、そういうのもこだわりつつ釣りをしてみるのもぜひおすすめしてます。今回ですね堤防になってるんですけども、特に広範囲にチェックしてますので、ある程度ですねポイントは見定めてはいるんですけども、魚の反応がないときはですね広範囲にチェックして
言ってます。そしてライドオンスタートということでですね、動画の方になってるんですけども、完全にですね、あれから時間が経ってですね、動画の方を撮っていなかったということで、ヒットしてからスイッチを入れたということになりますね。完全にランディングシーンになってるんですけども、いいヒットとドラグですねを出すようないい引きを久しぶりに体感することができました。ようやくですね、2022年ヒットに恵まれたということになりましたね。逆もですね、以前はなかなかランディングに苦戦してたんですけども、しっかりですね、小継ぎのランディングネットでも一つ一つですね、次を固定しながら回転を抑えるようにですね、しっかり固定しながら伸ばしてやることによって逆風のかけやすさっていうのが変わってきますので、今回比較的スムーズに逆をかけることができました。特にトレーブルフックですねのような釣りにおいては、ネットの場合ですね、ネットの網目に引っかかってバラしてしまったり、ランディングがうまくできなかったりするようなこともありますので、また大型のですね魚を狙う時においてもですね、こういういい練習にとかやはり使い慣れていくことが重要だなというのは特に思ってますので、その面において良かったですね。しっかりフロントもリアの方もですねフッキングできてたので安心してやり取りできました。2022年ようやくですねライドオンということで、なおかつトップルームでですね 120F 初キャッチすることができました平正になります。やはりですね、しっかりフッキングですね、ヒットしてきたタイミングというのがですね、ほぼピックアップの足元付近で魚がチェイスとバイトしてきたような釣りになりましたね。広範囲に結構沖の方ですね意識してたんですけども、トップルーム 120F のですねしっかり足元まで引っ張ってやってみると魚が反応してきましたね。堤防先端のよれであったり下の堤防のボトムですねの地形変化の方につきやすくなってたついてたのを意識してたんだなということがよく分かりました。なので しっかりですね足元まで引けるようなルアーであったりですね、そういう釣りの仕方っていうのもやはり重要でしたね。今回特に沖の方で群れが いたりとかですね、ベイトフィッシュがナブラが起きてたりということも少なかったので、その面において広範囲にチェックできてたのは良かったですね。なおかつ足元で1回ピックアップギリギリまで引っ張ってたんですけども、そちらの方もですね1回チェイスがあった後再度キャストし直してトップルーム 120F のですねしっかりショートポッピングとリーリングでを絡ませながら見切られずにバイトまで持ち込むことができました。
ベイトフィッシュのカタクチイワシですね。サイズは10センチ、8センチから10センチないぐらいですねのサイズを複数匹お腹の中入ってました。こういう弱ったベイトフィッシュですね。このサイズの群れがやはりいるんだなということは確認できましたね。この時期のベイトフィッシュのサイズですね。やはり目視だけではなかなかチェックするようなことはできないので、そのベイトフィッシュのですね、群れの規模にもよるんですけども、やはりそういうのを食べている時期というのを見極めるのがかなりタイミングですねが重要だったんだなというのはよく分かりました。これは過去のやはり釣りの方ですねしてたので、特に今回見えずともベイトフィッシュは必ず寄ってくるようなタイミングであったと思いますので、それのタイミングもちょうど合うことができて、なおかつ12センチのですねサイズにも反応がいいベイトフィッシュサイズだと思っておりますので、それのうまくですねベイトフィッシュを合わせ込むことができたじゃないかなと思います。ルアーローテーション的にはですね、下の青から上のピンクということで使ってみてます。トップルーム 120F オンリーでキャッチすることができたっていうことになります。日を改めましてですね、ロックショア荒磯の王者ですね、銀色の魚を残り1魚種ですね、目標にしてる1魚種を確保するべく磯まで歩いていきました。結構ですね、道のり的には意外と起伏の方は激しいんですけども、距離が結構ありましたね。かつ今回ですね、この釣りしてた時も波の影響も大きくてとうねりですね、かなり余裕を持って足場水面までの距離が結構遠くなるような状況に置かれてましたので、釣りもですねかなりルアーも選ぶような釣りとなりました。ルアーローテーションとしてはですね、後ほども解説画像はあるんですけども、ブレスライドの 110F からメタルトスの LB35 LB ブレード35をつけた LBS ですねそして今回ですね、最後にマスタンプラグ 100S っていうことでルアーローテーションしてます。この時期このエリアのベイトフィッシュですね、かなり少ないんじゃないかなということも、少ないというよりからですね、沖の方であったりベイトフィッシュの群れの規模も少なかったり、またサイズですねもしかしたら大きい可能性も十分考えられますので、ポイント到着した際ですね、いろんな鳥もですね確認できたので、ベイトフィッシュの方は寄っている可能性は十分あるなということは確認できたんですけども、ルアーをローテーションしていく中で波打ち際の方にですねベイトフィッシュが寄っているようなですね、反応であったり
目視確認ですねすることはかなり難しかったので、ルアーの方は最終的に10センチクラスのシンキングミノをチョイスするような形をとってます。これはおそらくですね、ヒラス機とかで、こういうフィールドですね、比較的そこまで水深がないようなポイントであれば、小さいですねベイトフィッシュが寄っている場合はすぐに水面の方にですね出てきたりとかですね、反応が見受けられるんですけども、それも影響はないということなので、ベイトフィッシュサイズが大きいのか群れがかなり少ないのか、そういう選択肢とか推測が見えてきましたね。ですので最終的に判断としては波やうねりの影響を受けにくいできるだけ受けにくいレンジであったり、しっかりルアーを動かしてヒラス機にアピールしてやった方がバイトしてくる可能性は高いのかなということで、シンキングミノをですね入れてます。かつアクションもしっかりボブリングでですねアピールしやすく、ルアーのですね存在をしっかり感じられるようなタイプのルアーが反応が良かったのではないかなと思います。これもですねかなりカメラの方ですね回す余裕もなく、ランディングしてからのカメラスイッチオンでしたね。ぜひヒットシーンもですね撮りたかったんですけども、潮位の方もですね少し高めの潮位が少し高いような状況であったので、20分10から30分ぐらいですかね、潮位が引くの下がるのを待ちつつ、十分波とかうねりではですね高いような状況だったので、余裕を持ってエントリーしていい結果が出ましたね。その間ですねリールもライントラブルでかなりルアーをメインラインですねがなくなるような状況になったので、トラブルでですね予備のツインパワーですね持ってきとってよかったですね。これに変えて解かないと多分取れてなかったかもしれませんね。やはりですね PE も4号と2号を、今回の釣りで使ったんですけども、だいぶ影響は大きく変わりますので、そこの面においても、反省点としてはもっと P2 号ですねやはりチョイスしておくべきだったんじゃないかなと思います。リーダーはですねナイロンの60ポンドで一緒のを使ってるんですけども、しかしですね E ポイントにそのじっくり埋まったポイントですね待つことによって1投目でヒットすることができてましたので、かつランディングですねポイントもしっかり事前に見定めていることができたので、安心して誘導することもできました。そしてこれがですねロックショアの平鈴木の時に使ったルアーになってます。上がフローティングのリプレスミノのブレスライドの 110F、 真ん中がマスナープラグですね、シンキングミノになってます。よく動くウォブリングミノですね。で一番下がメタルジグのメタルトスの LB ブレード3個つけたブレードジグとして今回入れてます。
ポイントの要素がですね、やはり大きかったのもあるかもしれないですけども、しっかりですね、沖からの流れが入ってくるようなタイミングでしっかりヒットですね、スタンプラグ 100S をしっかり泳がせることによってバイトを持ち込むことができました。12月後半ですね、今回目標にしてた海のスプリンター平正とですね、荒磯の王者平鈴木をキャッチすることをできたのは大きな成果だったなということを感じております。去年とですね比べてみると平鈴木もキャッチすることができていなかったので、今回のですね今年2022年の12月と2021年の12月を比べてもやはり計画的に魚をですねヒットまで持ち込むことができたなというのは実感しております。やはりポイントの選択肢も増えましたし、そこの面も大きなポイントだったんじゃないかなと思います。さらにですね、このタイミングでどのポイントに入ってルアーをセレクトするのかというのは、やはり去年の兆候をですねなくしてはいられることはできなかった成果となっておりますので、さらにですね2023年はですね一回一回の兆候を大事にしながらしっかりとですね釣りを組み立てていけるようにですね努力していきたいと思います。どうもですね12月後半五島での釣りをログするライドオンバトル2頭を追うものでしたけれども、無事ですね2頭をキャッチすることができたということで、今回ですね以上とさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。